ねえねえマリサ。なんだレーム。ウォーレン・デ・マルティーニって知ってる？ああ、1980年代のグラムメタルバンド、ラットのリードギタリストで、ラウンド&ラウンドなどのヒット曲の共作者のことだな。彼の流れるようなメロディアスなプレイは、当時のシーンで際立っていたんだぜ。それでは、今日はウォーレン・デ・マルティーニについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。それでは、ゆっくりしていってね。ウォーレンの幼少時代のことを詳しく教えて。ウォーレンは1963年4月10日、シカゴで生まれたんだぜ。5人兄弟の末っ子として育ち、幼少期はイリノイ州のリバーフォレストで過ごした後、一家はサンディエゴへ引っ越したんだ。彼がロックに興味を持ったのは、年上の兄バーナードとジェームズのバンドが地下室でリハーサルしていた影響が大きいんだぜ。兄弟の影響でロックに惹かれたのね。彼の祖母もミュージシャンで、プレストンでサイレント映画のピアノ伴奏をしていたという、音楽的な環境も背景にあったんだな。彼が7歳か8歳頃に母親にギターを買ってもらったが、安物のペグのせいでチューニングが安定せず、イライラして、ザフーのピート・タウンゼントみたいにギターを叩き壊したらしいぜ。ギターを壊しちゃうくらい、音楽に熱中していたのね。その後のギターとの関わりはどうなったの？それが彼がプレゼントとしてもらった最後のギターになったらしくてな。14歳で自分でバイトをしてお金を稼ぎ、シーマーレスポールのコピーモデルという新しいエレキギターを買ったんだ。自分で稼ぐことで、ギターへの執着がさらに強まったんだろうな。自分でバイトして買ったのね。彼が最初に耳コピで覚えた曲は、クリームのサンシャインオブユアラブだぜ。15歳でサンディエゴのラホーヤ高校で自身のバンドザ・プレイグと初ライブを経験しているんだ。この頃には彼はサンディエゴで最も才能があり、引く手あまたな若手ギタリストとして頭角を現していたんだな。ラットにはどんな経緯で加入することになったのかしら？ウォーレンは1981年に高校を卒業した後、短期間、大学に入学したんだが、その最初の学期に、すぐにミッキー・ラットというバンドに誘われてロサンゼルスへ向かうことになったんだぜ。ミッキー・ラットは、後に大成功するラットの前身だ。彼はジェイク・イーリーの後任として加入しているんだ。ジェイクは直後にオジー・オズボーンに雇われた有名なギタリストだぜ。有名ギタリストの後任として加入するなんて、すごいプレッシャーがあったんじゃないかしら？そうだな。しかも、ラットのもう一人のギタリストである、ロビン・クロスビーは、もともとウォーレンにとって憧れの存在だったらしいんだ。しかし、ウォーレンの才能はすぐにバンドの中心になったんだぜ。彼のリードギターはラットの最も認識できる特徴の一つになり、バンドのサウンドの鍵となったんだ。彼のギターがラットの顔になったのね。どんな曲を共作したの？彼は、ラウンド&ラウンドや、レイ・イット・ダウン、ウェイ・クール・ジュニアといった、バンドの最も有名なヒット曲の共作に貢献しているんだ。彼の流れるようなメロディアスなリードプレイは、ラットのキャッチーな楽曲に深みを与えたんだぜ。そんなヒットメーカーだったのね。ラットは具体的にどれくらい商業的に成功したの？ラットは1980年代において、4枚の連続プラチナアルバムと1枚の EP をリリースしているんだ。これは、当時のアメリカで最も売れて人気のあったメタルバンドの一つだったことを意味するぜ。彼らの成功は1992年に解散するまで続いたんだ。4枚も連続でプラチナアルバムを出すなんて、本当に大成功だったのね。ラットが1992年に解散した後はどうなったの？ラット解散後、彼は短期間だがドッケンに加入しているんだ。ドッケンはラットと同じく80年代を代表するハードロックバンドだぜ。その後、1994年にはデイビッド・カバーデイル率いるホワイトスネークのツアーギタリストを務めているんだ。ドッケンやホワイトスネークにも参加するなんて、引く手あまただったのね。ホワイトスネークのツアーはどうだったの？ホワイトスネークのツアーは大成功だったんだが、ウォーレンはアルバムの制作には参加せずに脱退しているぜ。これは、彼が自分の音楽的な方向性を模索していた時期だったからだろうな。自分のやりたい音楽を追求していたのね。その後のソロ活動はどうだったの？ホワイトスネーク脱退後、彼は自身のソロワークに集中しているぜ。
1995年に EP、サーフズアップをリリースし、翌年の1996年には彼の唯一のフルアルバムとなる、Crazy Enough to Sing to You を発表しているんだ。ソロアルバムも出していたのね。彼のソロワークは、ラット時代に見せたテクニックとメロディセンスを保ちつつも、よりパーソナルな音楽を追求した作品だぜ。ラット解散後も色々なバンドに参加し、ソロでも活動していたなんて、彼のギタリストとしての評価の高さが伺えるわ。ラット解散後にソロ活動をしていたウォーレンは、またラットに戻ることはあったの？再結成はしたのかしら？ああ、ラットは1996年に再結成しているぜ。ウォーレンも参加し、1997年7月に、コラージュ、1999年7月にはセルフタイトルのアルバムをリリースしているんだ。しかし、このセルフタイトルのアルバムは、商業的にも批評的にも成功しなかったんだな。再結成しても長くは続かなかったのね。2003年にはロニー・ジェームス・ディオ、率いるディオンに、ダグ・アルドリッチの後任として加入したんだ。だが、数回の練習の後、ロニー・ジェームス・ディオとの間で音楽的な意見の相違があり、脱退を決めているんだぜ。自分の音楽に妥協しない、ウォーレンらしい決断だな。自分のやりたい音楽へのこだわりが強かったのね。その後、ラットは再び再結成したの？ 2007 年にラットは再び再結成し、ツアーを開始しているぜ。さらに2010年にはアルバム、インフェステーションをリリースしているんだ。このツアーでは元クワイエット・ライオットのカルロス・カバーゾもギタリストとして参加していたんだ。また新しいアルバムを出したのね。じゃあ、ウォーレンは順調に活動を続けていたのかしら？いや、そうでもないんだ。バンドのドラマー、ボビー・ブロッツァーとの確執による脱退劇があったり、バンド内の問題が続いていたため、ウォーレン自身も2018年に現在のツアーラインナップから離脱することになったんだ。彼は、もう外へ出たくないという理由を挙げていたぜ。バンド内の人間関係は、才能があっても難しいものなのね。彼のラットでのキャリアは、成功と離脱を繰り返す波乱万丈なものだったのね。彼のギタリストとしての評価や、独特のテクニック、愛用の機材について詳しく教えて。ウォーレンのギタープレイは、派手なヘアメタルのイメージに隠れがちだが、VH1 によって、80年代で最も過小評価されているヘアメタルギタリストの一人として挙げられているんだ。彼のテクニックは非常に洗練されているんだぜ。彼のプレイで、特に個性的で評価されているテクニックは何なの？彼が時折使うフィンガービブラートだぜ。これはドッケンのジョージ・リンチのスタイルに似ていると言われているんだ。一般的なエレキギターのビブラートが弦をフレットと平行な方向に曲げて音程を変化させるのに対して、フレットを越えて指を弦に沿って前後に動かして音程を変化させるんだ。これはバイオリンのビブラートに近いんだよ。弦に沿ってフレットを越えて指を動かすなんて、かなり繊細なコントロールが必要そうね。彼が使っていたギターやピックアップにも何かこだわりがあったのかしら？ああ、機材へのこだわりも強いぜ。ラット初期はシャーベル製のカスタムギターを愛用していたんだ。その後、パフォーマンスギター社のカスタムギターを使うようになったんだぜ。リアピックアップには、ほぼ一貫してセイモア・ダンカンの JB というモデルを搭載していたんだな。これはパワフルな音色を出す、メタルには欠かせないピックアップだぜ。パフォーマンスギターって、日本の技術が関わっていたギターよね。アンプやエフェクトはどうなの？アンプは、マーシャルやソルダーノといったチューブアンプを使い、歪みの核としていたぜ。エフェクターは、ロビン・クロスビーの影響でレキシコンのデジタルディレイを使い、エコーだけでなく音色の変化にも使っていた時期があるんだ。彼のサウンドは、テクニック、ギター、ピックアップ、アンプ、エフェクト、すべての要素が組み合わさって完成されていたんだ。彼のギターテクニックも機材の選択も、すべてが彼独自のサウンドを作るためのこだわりだったのね。ウォーレン・デ・マルティーニがどれだけ優れた、そして波乱万丈なキャリアを持つギタリストなのかよくわかったわ。ウォーレンの最大の功績は、ラットというバンドを単なるグラムメタルの枠を超えさせる、テクニカルでメロディアスなリードギターを提供したことだぜ。彼は、ラウンド&ラウンドなどの大ヒット曲を生み出し、ラットを1980年代を代表するバンドに押し上げた立役者なんだ。
彼のプレイは、派手なルックスに負けない本物の技術があったんだよな。VH1 に過小評価されていると言われたことからも、彼の技術が本物だったことがわかるわね。彼のプレイスタイルが後のギタリストに与えた影響は大きいの？間違いなく影響を与えているぜ。特に、弦を水平方向に動かす独自のフィンガービブラートや、セイモアダンカン JB ピックアップとマーシャルアンプ。さらにはレキシコンのディレイを組み合わせた音作りは、当時の多くのハードロックギタリストに影響を与えたんだ。彼のトーンは、当時のメタルサウンドの金字塔の一つだぜ。ディオのような大物バンドに誘われたり、ソロ活動もしたりと、常に自分の道を追求していたのね。彼のミュージシャンとしての姿勢はどう評価されているのかしら？彼は自分の音楽的ビジョンに妥協しない、筋金入りの職人だったと評価されているぜ。ディオのロニー・ジェームス・ディオとの意見の相違で脱退した件や、バンド内の問題でラットを離れた件は、彼が名声よりも音楽の純粋性を重視していた証拠だぜ。彼のキャリアは、80年代のロックにおける才能と葛藤を体現しているんだ。彼の情熱と技術が、あの時代のロックを支えていたのね。彼のギターが、これからもずっと語り継がれていくのは間違いないわね。そうだぜ。ウォーレン・デ・マルティーニは、単なる80年代のギタリストじゃない。ロック史において、その卓越したテクニックと楽曲への貢献で、永遠に記憶されるべき名手なんだぜ。今日はここまでだぜ。マリサ、いろいろと教えてくれてありがとう。いえいえだぜ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。